こんばんは。こんばんは。第3回ファイナルファンタジー14、プロデューサーレターライブのお時間がやってまいりました。はい。頭ご挨拶お願いします。はい。ファイナルファンタジー14、そして新生ファイナルファンタジー14ですね。レルムリボン新生オルゼアのプロデューサー兼ディレクターを務めております吉田直樹です。どうも実はよろしくお願いします。はい。今回またしても、進行を務めさせていただきます、コミュニティチームの室内です。フォーラムではモルボルのアイコンでおなじみです。この2人でお送りしていきますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとね、前々回と比べてちょっと長いんですよね。そうですね。はい。はい。たっぷり質問をいただきましたので、はい。順次ご紹介していきたいと思います。はい。というところで早速始めるところなんですが、はい。はい、ちょっと僕の方から皆さんにですね、特に現行14がですね、アップデートかかったんですが、大量に発生しているアトモス、はい、今回倒せるようにこのフェーズからなったんですが、ちょっとですね、邪魔だとか言われていてですね、ちょっとハッスルしてアイテムを出しすぎてですね、ちょっと修正がすぐ入るとご迷惑をおかけしました、はい、あとちょっとね人が大量に集まりすぎて、できるだけ集まってもらおうと思った企画ではあるんですけども、ログインできないとか、あとちょっとサーバーの方も一時的にプロセスが落ちないとかいろいろ最近不具合が出ていてですね、ログイン等でご迷惑おかけしてます。この辺りも申請では全て、コードから見直して安定性本当に非常に高いサーバーになってますので、ぜひねそちらに期待していただけたらと思います。冒頭からすいません、謝罪で。すいません。はい。はい。では早速山ほどありますので、はい、問題の方を始めていきたいと思います。はい。一発目からせっかくなんでもうワイプして一応実機を出しちゃいましょうか。はい。はい。皆さん、新機能ですね。新機能ワイプです。はい。今日はこんな感じでですね、こっちか。実機の映像を交えながら、いろんな Q&A をお送りしていきますので、よろしくお願いします。どんなものが見えるかぜひご期待ください。はい。ではまずいきなりちょっと濃いめのところですが、前回、FF25 周年イベントとかで、ラムーやタイタンの存在が明かされました、はい、が新たな万神バトルに期待できるのでしょうかということですが、いかがでしょうか。はい、もちろん万神がね新たに公開されているということは新しい万神との戦いっていうのもシナリオ上始まりますので、はい、そちらにぜひ期待していただきたいなと。はい。もうちょっとポロリ待とうかな。はい、まだ早いです。はい、ありがとうございます。はい、では続いてですね、はい、これも、25周年の時イベントの時のネタですが、FF シリーズのいろんなエッセンスを取り入れていくよという中で、具体的にご紹介いただいたクリスタルタワーがありますよとか、窓ワンも入りますよねとか、あとそれからゴールドソーサー入ったらいいねとかいうのがありましたが、これ以外で入れられたら良いなぁと、ヨシピーの頭の隅っこに浮かんでるものがあれば、これはもう明らかにポロリを狙ってきてますけれども、頭の隅に、はい、どんなものいっぱい考えてはもちろんいるんですけど、随分お話もしたんで、これ以上出す本当に開発がいつ作るんだっていう、スケジュールいつにするんだみたいな話になってしまうので、ただ、レッド13に乗りたいねみたいな話はレッド14かみたいな話をしてた時期はありました。はい、いろんなプレイヤーの皆さんがね想像していただくことは、僕らもやっぱりファイナルファンタジーファンでしたので、ずっと、いろんな本当小ネタから大ネタまで入れていきたいなとは思ってます。はい、じゃあレッド14になるかというところはい、次行きましょう。続いてです。グーブチョコボとマウントを紹介してきましたが、レターライブで前回ですね見せたアーリマンはすぐに乗れるのでしょうかというものですが、いかがでしょう。実機上は多分すぐ乗れるはずなので、あとはどんな形で登場させるか、他にも乗り物の検証マウント系はしてるので、順次乗り物はやっぱり楽しいんで、いろんな人がいろんなもの乗ってる方が楽しいとは思うので、申請ではどんどん出していきたいなとは思ってます。はい、ありがとうございます。続いてまいります。これはシンプルな質問ですが、相棒ってどうなりますか。ですね、先日の25周年のステージ上でも、ニーノの方からですね、交渉がなくなりますというお話をして
したのと同じでですね、実は相棒も、一旦実装を外させていただいてます、はい、やっぱりちょっとちゃんとそばにいてですね一緒に戦ったり、いわゆる新生からはバディと呼んでるそのチョコボと一緒に戦えるんですけど、やっぱり11にあるフェローシップのように、ちゃんと、そのキャラクターに愛着が持ててね、一緒に戦って装備を切り替えてっていうのができるコンテンツとしてちゃんと作った方がいいだろうということで、1回メインの動線からは外してあります。はい、いずれ復活の機会は間違いなく作ると思いますので、一旦それに関しては、はい、動線からは外れてると。じゃあいつかパワーアップして帰ってくるのに期待いただきたい。そうですね。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、では続いていきます。結構きつい質問多いですね。さすがにたまり久々ですから、たまりにたまったところがあると思うのでよろしくお願いします。すでに存在する現行ですね。現行の中にあるダガー付き防具、ダガー付き武器は申請でも装備可能なのか、また売買可能なデータとして残るのですか、それとも削除されちゃうんでしょうかというところです。いかがでしょうか。まあ思い出がね、そうは言っても初期の頃から、そういえばこの装備で戦ってたなとか序盤デリートするつもりはないです。はい、ただ EX レア化しようと思ってます。つまりトレードも不可で、もう二度と生産することができなくなるアイテムなので、公式的にも一応例えばそのデータベースとかそれから攻略本とかっていうのにはもう申請以降は表示しないという取り扱わないって考え方をしています。でもちろん、全く新しいワールドを建てた時には、存在しないアイテムになりますので、できるだけ混乱を避けるために、そういう措置を取らせていただこうかなと思ってます。ただ消しはしない、はい、思ってます。トピックスがこれ、そうですね、はい、ちゃんと出ますので、もう少々お待ちください。はい、では次の質問です。ちょっと関連していますが、今度はギルについて、これは申請に向けてワイプとか通貨の変更とかを予定したりするのでしょうかというものです。ワイプをしたりというのは以前からしませんというお話をしてた通り、すごいですね、開発大暴れしてます。しないんですが、ちょっと出飲み、俗に言う出飲みというものを考えていて、これもトピックスちゃんと出しますが、もともと旧現行14では、矢弾90士が、矢を撃つための矢が、1ギルから販売されていて、正直その矢弾のためだけに桁がちょっと上がってるところがあるんですね、最低価格が。なので、プレイヤーの皆さんのギルの桁数を申請から1段下げさせていただいて、かつゲーム内の全流通も、売ってるものが全部1段下がると。例えば3500で売られてる、現在売られてるものがこう下がると350、はい、という全体の経済を下げるということをしますので、これは全体の経済が下がるので皆さんに不利益になるわけではなくて、むしろ桁が多すぎる部分を、より効果的に使えるようにっていう対応なので、その点だけ事前にお断りさせてください。はい、でこちらも本当トピックス全例えばシャードやクリスタルがどうなるのかというのもトピックスにまとめてますので、間もなく開示になると思います。そちらをお待ちください。では次の質問です。ちょっと私的に本日の早くも山場なんですけど、もう結構いっぱいいっぱいです僕。柔術師の実装についてはいつ頃を検討しているのでしょうか。噛みませんでした。素晴らしい。柔術師ですよね。まだいつっていうのはもちろん決めてなくてですね、例えば、サムライはとか忍者はとか、あと狩人はとかシーフも欲しいねとか、いっぱい話が出ているので、その中で次どうしようかと、最も面白そうで全バトルクラスバランスの効果的になりそうなやつを入れようかなと。でまだ具体的に次どれにしようっていうのがフィックスしてない状態ではあります。ただですね、今回申請でその全て作り直してるんですが、ちょっとついに装備武器の部分がですね、右と左をちゃんと分けてます。で例えば柔術師が二丁拳銃で、これは2対で1つのアイテム、例えば装備すると左右につく。でもバラバラにも装備したいよね、
なのでそれができるように根本を作ってありますので、当然そういった例えば将来的に一応研修やりたい二刀流やりたいよねっていうのがちゃんと長いアップデートで対応できるように根本組んでますんで、いずれにせよやるという覚悟で作ってるというふうに思っていただければまずははい。じゃああとはいろんなものが想定されるので柔術師に限らず、はい、どういう順番で入るかをぜひ楽しみにしていただきたいそうですね。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。続いて、リアルタイムにツイッターでいただいた方ですね。はい。今後、万神をモチーフにした盾なんてものは実装されないのでしょうか。武器はあるのにっていうこと。武器はあるのに。武器はあるのに盾がないみたいな。テーブルの上をまさぐり始めると何かが期待できるのでしょうか。盾あったかな。盾あったかな。ああ。なんかどういうですか。マイクの前ぐらいまで持ってっていいですね。こうそうですね。剣術とセットで。これも変形武器ですね。なるほどなるほど。これタイタンのそうです。ですよ。今回あれなんですよ。はい。タイトルにも HD ってつけましたけど、はい、720p なので、はい、多分細かい字も読めてると思います。なるほど。ので、なるほど。今それを考慮してポロリにして。わかりました。今結構やばいことしたというふうに気がつきました。今日はね個室なんですけど、前回と違ってドアがちょっと開けられない関係上、スピーカーを開発の外に向けて出しているので、今頃ちょっとアイテムチームとかがガタってなってるかもしれません。はい。出たくないですよね。はい。いろいろあるようです。ジャブです。ジャブです。このぐらい。なるほど。ポロリは。はい。では次の質問参ります。はい。ギャザラークラフターが申請ではどう変更されるか詳細を教えてください。できれば実機プレイで見せてほしいということで、これ一昨日の予告でもちょっと吉田さんもそうですね。早速触っていただいてますが、こっち今までとちょっと違うゾーンです。なんかこっちに謎のものが見えたりしますが、うかつに何ですかとか聞かない方がいい。聞かない方がいいです。それは聞かない方がいいです。というわけで、これまで実は確かにあまり紹介してもらったギャザクラなんですが、どんな感じなんでしょう。ですね、じゃあちょっとせっかくなので聞いて、さりげに触ってますけど、ギアセット、ギアセットとありますが、お手軽ですね。はい、切り替えちゃいます。ひどい格好ごつい人が今通りましたけど、でですね、今回制作に関してはちょっとすみません、僕ゲーム操作するのでちょっと視線切っちゃいますけど、手帳があってですね、制作手帳というのを開くと作れるもののレシピがもう並んでます。で今このキャラ、レベル10なんですけども、こう作りたいものを選ぶと、こう素材を持ってますよと、あと素材を何個入れますか、使う、素材が見えて、でちゃんとこれが全部セット、例えば N9 の素材を使うとか HQ の素材を使うっていうのを選んで制作を開始で、基本は現行14でかなり修正を加えたことをちゃんと膨らましていこうという話をしていて、基本的にはこう作業を進めてものを作っていきます。で同時にこう加工をして品質をこう上げていきながら、この耐久度のバランスを見て、で失敗しましたね。でこう耐久を回復させて、これがその CP という新しい概念が入ってきますので、これがある限りこうアクションを実行してなるほど、作っていくという感じになりますね。これ1回でも失敗したもんがどうならいいですか。いいですね。どうですか。よかった。そうですね。こう EXP がで品質が高ければ高いほど
でこれまとめて作ったりとか、はい、でこれが、今レベル10の状態ですので、まあ例えば制作、はい、で今もう単純に作業をする、加工して品質を上げる、耐久を回復させるという3つの基本がレベル10ぐらいまでに覚えられて、この後例えば、連続して、アクションが成功するたびに、はい、どんどん進捗が加速する、例えばアビリティがあったりとか、あとは、属性というかその成功率を不安定にする代わりに品質を思いっきり上げるとか、いろんなアクションをクラフターもこうレベルが上がると覚えていくので、それを駆使して作っていくっていう考え方になります。でレベルの低いものに関しては一発制作っていうのも、覚えるので途中でそれを使うともう1本のゲージだけで、あとはもう確率だけで HQ と NQ を判定してみたいな、作りも可能になってますね。なるほど。だからストレートに、シンプルにその駆け引きを伸ばす方向へやってますね。わかりました。はい。これが制作の出しました基本ですね。はい、成功しました。はい。じゃあちょっと画面を戻していただいている間に僕は移動をしますので、ちょっと待ってくださいね。はい。次は最終をお見せしましょうね。場所移動ですね。はい、ちょっと移動します。そうだ、言うの忘れてましたが、これアルファ版でまさに今日別に特別に今日のためだけに安定性高くしているわけでは実はなくてですね、本当に結構バグが今修正真っ只中という状態で、もしかするとですね、急に赤いバッテンが出たりとかありえますね。はい、ありえますので、じゃあいいですよ、もう移動が完了しました。はい。じゃあ続いて、そうですね。ちょっと皆さん補足しておきますと、通常ゲームズコムとかイベントがありますと、開発用に作ってるラインからイベントで落ちたりなんだりしないように専用のねブランチを切るんですよね。はい。それで安定するという作業をしてイベントに臨むんですけれども、プロデュースされたライブはまさに今の現場からお送りしようと。はい。いうことでございますので、あとはそれをすることでちょっとねスケジュールに影響出たりする可能性もあるので、できるだけそれを避けよう。あとそうですね、新しいアクションでスプリントっていうこの TP を消費してダッシュをするっていうのが入ってたりしますね。これさりげなく言ってますが、はいはい、カセット装備しますね。で、今回から最終ポイントが見える見えないっていうのをアビリティにしてあります。例えば低いレベルのところを移動するときにいちいち光られても、困るみたいな時はあえて出さないっていうのも可能になってたりしますね。でミニマップ上に出てるのでで今回ここにかなり変わってるんですけど、はい、最終もこうやって、取りたいもの、これレベルによってどんどん増えたり、あと場所によって取れるものが違うんですけど、見えます。で今レベル10なので、比較的レベルが低いところで何でも確実に取れるっていう状態になってます。でもう基本的に本当シンプルにこう狙ったものを、自分の例えば取れる確率がもう出てますので、これをクラフターと同じようにアクションを使って高めたり、確率を下げる代わりに1回で大量にアイテムを取ろうとか、なるほど。あと、レアを見つけると、アンノーンで見えなくなってるものもあるので、そこに埋まってるものが何なのかっていうのを経験上推測したり、これ傾向をちゃんと作ってあって、例えば、採掘の場合だと、ダークマターが下の方に埋まってるから、きっとこれダークマター系だろうなとかっていうのが経験上推測がつくように階層を今回デザインしているので、
まあこうですね、狙いたいものを狙っていく。なるほど。で GP も今はまだレベル10なんで単純なものしかないので、はい、ほとんど消費しないんですけども、これが進んでいくときっちりその GP を使ったアクションコスト管理しながら取っていかないと。で GP はクラフター、CP の場合は1個の制作が終わると完全回復なんですけど、はい、GP はしばらく TP と同じで回復に時間がかかるので、あんまり無秩序にこう使ってると息切れしちゃうっていう状態になってしまう。こう出ます。確かにこう狙って取れるのは確かに大きく違うところです。はい。やっぱり何を取りたいのか、はい、でどこにあるのかっていうのを経験上皆さんこう多分プレイされていく中で覚えていくものを、じゃあ次何を例えば作りたいからとか、何を持ってきて売りたいからっていうことを狙ってしっかりなるほど、はい、できるようになってます。であんまり連続でやってもこう、GP が尽きるので、ちょっと間隔を置いてとかそんな感じになってます、デザイン的には。はい、ただですね、ちょっと詳細っていう意味では、はい、お伝えしておかなきゃいけないかなということがあってですね、まあ、申請版スタートから新規キャラクターを作った場合なんですが、初期で選べるのはもうバトルクラスだけになっています。でやっぱりこれはあまりシステムが非常に、幅は広いんですけど、いきなり何でもできてしまうっていうところが分かりにくさを生んでるっていうところも僕の中にあってですね、最初に、クラスバトルクラスのどれかで、ゲームをスタートしていただいて、例えば、移動をすること、それがカメラを、操作すること、あと例えば物を売ることとか、あとエーテライトを、って何なの、それをチュートリアルとしてやってみようとか。っていうことを一通りやって、最初のクラスがレベル10になると、アーマリーシステム開放という形で、はい、他のクラスにもチャレンジしてみようという流れになっていて、そこからクラフターギャザーは、選択できるようになるという考え方をしてますので、もしかするとね、今頃サブクラスかとか言われてるかもしれないんですが、はい、その後じっくりいろんなことをしながら、でやっぱりバトル系クラス1個以前のライブでもお伝えしましたが、育てておいていただきたいなと思ってますので、ただ決して今見ていただいたように手を抜いてるんじゃなくて、きっちりしたそれぞれシステム遊びとして独立するようになってますんで、で釣りだけはちょっとさらにまだ凝って作ってたりするので、釣りはもうちょっとお待ちいただきたいかなと。その辺をじゃあ聞きたいな。ただですね、せっかくなので、釣り師のこう、ね、この辺で見えるんですか。もう全然見えると思いますよ。はい、釣り竿とかですね。あとは。とかですねって言いましたね。まだ出ますか。まあこうね、全身装備、これは超禁止ですね。とか。はい。まだいきますね。いきますか。止めときましょうか。これ出してなかったような気がですね。これは火事ですね。基本的に本当ちゃんと力入れて作ってますので、ご安心していただきたいなと思っております。いろんなフィードバック早速いただいてます。まず皆さん気になった着替えスムーズですねと。ありがとうございます。はい。頑張ってます。ギアセット面白いですよね。そうですね。ここちょっとギアセットをお話しすると、今これギアセットのタブを切り替えただけでは実は変わってないんですね。でここで装備変更を押すと、でもう装備切り替えていいですかと出るので OK する切り替え。なるほど。でこれは単純にセットをずらしただけだと、セットをこう今の装備を維持したままセットの内容を調整したいという時にこんがらがってしまうので。手間に感じるかもしれないですけど、逆に分かりやすさと便利さを追求しているという感じですね。あとはですね、制作もスムーズですねというのがあるんですけど、気づいた方いらっしゃいます。制作 BGM なくなってますねというのが。素見がいるなくなったわけじゃないですよ。ちゃんとまだまだアルファでいろんなものを貼り付けていってる途中なので、本当にちょっと皆さんなかなか25周年とかでも実機を見た時に、僕ニコ生後でタイムシフトで見たんですけど、
本当に作り直したんだっていうコメントを、拝見したんですが、本当に作り直したので、元のデータとかを復活させるのでもサウンドシステムがもう違ってたりするので、1個ずつこう戻していかなきゃいけないんですね。なので今なってないからとか、例えばアルファ、この今のアルファクライアントでないからって言ってないっていう風なわけではないので、その点だけ、はい、アルファはあくまでこうシステム、飛んでる人いますね確認用なので、あまりその辺はこう気になさらずにと。今ですね、はい、開発チームからの声が届いたんですけど、はい、制作の BGM は作らないんじゃなかったでしたっけっていう今そこどういうふうにしてるみたいな。なるほどなるほど。はい、そういう要望があったら今回ね、ソケンの方が環境音を大事にしたいよねっていう話があったので、ずっと音が鳴りっぱなしっていうよりも、環境の音大事にしたいねって話になってます。だからすごい信じられないコメントです。何が最後はソケンさん次第ですっていう。投げたか。そうですね。じゃあいろいろどうなるかも含めてご期待ください。はい。じゃあちょっと終わりました。ソケンの力強いね。5回ました。じゃあ楽しみにしていただき土田さんが遊び始める前にですね、これ次行った方がいいですね。次は、カバン関係で、カバン収納可能アイテムが、100になるということなので、申請ローンチ前に100以上にならないように調整しておくべきでしょうかということですが、この点いかがでしょう。これもトピックスを打たせていただこうと思ってるんですが、確かに100になります。で、今回さっきギアセット見ていただいたら分かるんですが、ですね、例えば2にして、なんか分かりやすいのないかな。どうだったでしょうか。入らなかった。ダメか。クラスが違う。そうですね。現物そのものをこう入れてしまうとこっち消えますよね。なのでアイテムは全部このギアセット側に入れてしまえば、インベントリを圧迫することがないので、縮めてるんですけども、予定通りに。ただ現行200まで持ってらっしゃると思うんで、その100に関しては整理をしていただかなくても、僕たちの方で1回アイテムをお預かりして NPC を用意します。でその NPC にアクセスしていただくと、以前その残り100枠に入ってたものっていうのを取り出せるようにしておきますので、特段何もご心配なさらずにその NPC だけきっちり最初に紹介させていただきますんで、大丈夫です。わかりました。ありがとうございます。では続いてです。ちょっと経路が変わりますが、メテオサバイバーのポロシャツと T シャツ、我々が着てるやつですね。これ販売する予定ないんですかと。これ特にですね、英語圏の方々からが多かったです。なるほど。背中映ってますね、鏡に。ですね、非常にたくさんご要望をいただいているのですが、物もしっかり作ってあって、できれば僕としてはですけど、申請以降ファンイベントとかをやらせていただいた時にぜひなんかグッズとして用意してみたいなと思ってたりはします。ちょっと時間かかるかもしれないんですが、これだけいいお声をいただいてます。ちょっと検討していきたいなという話をしてます。ありがとうございます。それでは次行きましょう。新生版のグラフィックエンジンは、グラフィックエンジンネタに行きます。ダイレクト X9 とダイレクト X10、11に対応になるのでしょうか。ですね、これどこかのインタビューで一度お答えしていると思うんですが、申請ローンチのタイミングでは、ダイレクト X11 の対応はしてない状態で、いきます。でそれというのも、そこまでのやっぱり、エンジン開発をしてしまうと時間がちょっとかかりすぎるということで、ただ、申請版ローンチしてその次の大きなマイルストーンがそのダイレクト X11 対応というふうに考えてますんで、そこでもう一段ガンと上げてと、CTO というかテクニカルディレクターの橋本も PC だで考えるともっと上出せるからどこまでやろうかっていう話を最近ちょくちょくしてるので、その次のフェーズへ、期待していただければと。いずれ対応しっかりやります。ありがとうございます。続いて、スペック関連でいくともう一つですね、気になるところ、申請版での、PC の最低動作環境と推奨動作環境を教えてほしいですということなんですが、
かがでしこれちょっともう少し詳しくご説明した方が良かったかなと思ってたんですが、アルファテストの、募集を出させていただいたときに、推奨とか、スペック出しました。で、思ってたほど低くなかったねっていうふうに今言われてるんですが、あれはあくまでアルファテストの環境に対しての、動作環境で、今まだこれでもまだまだ最適化を今してる真っ最中です。で、あと次に必要なのはどこまでグラフィックスを落としても動くことをある意味おかしな話ですけどFF としてどこまで落としてもいいかっていう線を、まさに再来週決めようとしているところなので、それではっきり最低ラインが確定すると思います。で、皆さんが想像している以上に低いスペックでも動く、絵さえ崩せばって感じなんですけど、それできっちりまた出させていただきます。で、ただ僕らとしてはこの推奨っていう言葉がですね、非常に日本語難しいです。これで遊べば満足なクオリティなのかとか、例えば快適に遊べることを推奨するのか、やっぱりファイナルファンタジーなので僕らとしてはできるだけ、もし PC 版だとしたらできるだけお使いのマシンのスペックに合わせてできるだけ頑張ったクオリティでプレイしていただきたいんですけど、これを推奨と言ってしまうとすごい高く見えてしまうし、ちょっと言い方も含めて今慎重にどうしようかというフェーズに入ってきてますので、最適化と並行してきっちりお伝えしていこうと思いますので、まずアルファのスペックを見て、これが申請なのかというふうに誤解なきように、あれはあくまでアルファ版のです。スタッフの修法を読んでいたら某 PC ショップの方にどうやら申請版はスペックが上がるようですよと言われて、どういうこっちゃいっていう手法を僕読んだんですが、そんなことはありませんので、ショップ関係の方々もくれぐれもアルファだというふうに認識してください。まだ準備をするのはまだ早い。まだ早いです。これは、最終的なスペックがどうなるかは今後の発表でということです。そうですね。ですね、今日は長丁場につき、1回やったと思うんですけど、間にちょっと休憩を挟もうかなということで、次の質問で一旦前半戦ここまでにさせていただいて休憩です。前半戦最後の質問こちらです。レベルキャップの開放は、どうしました？気をつけてください。襲われてます。どうぞ。レベルキャップの開放はいつ頃予定してますか？今回、申請までは少なくともやる予定がもう、全くないのはもう確定で、申請でも、かなりその50人になってからのコンテンツっていうのを充実させる方向へ行ってるので、これでキャップを開放してしまうとさらに盛り込まないと発売できなくなってしまうので、申請のタイミングは50でまず行こうと思ってます、キャップに関しては。で、開放はその次また大きな、アップデートをかけて、エンドに当たるコンテンツを一気に更新するタイミングで考えようかなと。なので、間違いなく、やることはやります。ただ申請からどれぐらいのタイミングかというのは現時点ではまだお約束できないんですけど、やっぱりキャラクターを成長させたいっていう思いは、かなり強いのは受け取ってます。ただですね、相当バトルもいろいろ変わっているので、レベル50とはいえ覚え直していただくことが、山盛りかと思います。そうですね、また後半でバトルのご質問があれば、じっくり語っていきたいと思います。それでは、前半戦ここまでで、これから5分少々の休憩タイムとさせていただきます。で、休憩中は、皆さんトイレに行ったり、なんか飲み食いしたりしていただきつつですね、画面の方は、我々過去に、ドイツゲームズコムであったりとか、先日のヒカリエで、25周年イベントであったりとか、イベントをいくつかこなしてまいりまして、なんでそこの舞台裏を含めたちょっと思い出の写真をスライドショーにしてみました。コミュニティチームがねどうかなっていう思い出写真をピックアップしてみたので、興味がある方はそちらの方休憩中はお楽しみいただければと思います。なんで元気がないのか、なんか嫌な写真とか出てきそうだなと思ってですね。わかりました。それでは、5分少々休憩いただきたいと思います。また後半戦でお会いしましょう。また後ほど。
さあ後半戦参りましょう、休憩中のスライドショー、お楽しみいただけましたかね。よしハーレムなんていう声もあったりしますけどすいません、ハーレムでしたはい、あそこ認められるんですね。はい、じゃあそんな感じで後半戦もじゃんじゃんそうですね。ますので、あのさ、紹介しなさいよ。いるんだよ。いらしてたんですね。お前らさっき一緒に椅子よけたじゃない、一緒に。気づきませんでした。吉田さん、ご紹介お願いしてよろしいでしょうか。はい、株式会社スクエアエニックス代表取締役社長の和田でございます。和田でございます。本当にいつも引き立ていただきありがとうございます。今日ですね、皆さんに成り代わりまして本当に良くなってるのかどうかということを個人的にちょっと突っ込んでちゃちゃ入れてから帰ろうかなと思っております。引っ越しさなかだからって突然来なくてもいやちょうどね来たのよ今日。こっちのビルに。そうでいろいろ良くなってるっていうのは分かるんですけどね。大丈夫かなと思って。大丈夫ですよ。はい。いくつか質問を持ってきていただいたんですね。そうあれどうだったかな、インスタンスのね、買ったくらいだったかな。いや翌日がアメリカとの早朝テレビ会議の時、夜中に集めたわけですよ。でそんな時間だからもう知らない人はずっと集めたわけ。和田さんが自らパーティーを集めた。そうでとにかく終わりたかったんだよ。そうしたらさ、で行ったわけみんなで集めました、食べました。そうしたらもう正月の明治神宮みたいな状態だったわけ。で入れなくてさ、でものすごい気まずくても呼んじゃったじゃない。でも何十分待ってもダメでものすごいひどい思いしたんだけどさ、もう会えないんだけどああいうのなんないの？ご自身でね、身分も隠し集め行ったら入れないと。いやなんか計算してたよ。なんかねどれぐらい入れるはずだから待ってる人のチーム数えてあと何十分ぐらい大丈夫かもしれませんとか、なんで俺より知ってんだこいつみたいな。なるほど。ですね、厳しい質問なんですが、インスタンスに関しては、現行版っていうのは、サーバーを用意していて、これをその人気のあるコンテンツに物理的に割り当てていたんですね。ただ後からやっぱり設計思想として入れたものなのでどうしても融通が利かなくて、で今回新設計しているものは物理的に用意しているサーバーを混み具合を見てリアルタイムにスイッチするように作ってあるので、負荷というか人気のあるコンテンツに大量にインスタンスサーバーが空いて、まだ今プレイしている人数が少ない部分に関しては下げるっていうふうに自動的に切り替わる仕組みがあるのと、あとマッチングが今回あります。あと報酬の仕組みっていうのもトライして確実に報酬手に入ったらすぐ次のコンテンツ、要は繰り返し何度も同じところをその確率ドロップに頼って繰り返していただくっていうゲームからは大きく変えてあるので、そういう意味ではずっとその場でっていうことは多分なくなります。あと根性っていうかその現行の場合だとどうしても実装できるそのコンテンツが一気にドーンではなくてこまめに、なので毎回混むっていうのがあったんですけど、申請からはたくさん並列にダンジョンドンっていうふうに行こうと思ってますので、30分待ってあげく解散とか解散だったからねすごくねなんかね集まりやすくはなったんですよ。集まりやすくなったんだけど本当に人気があると入れないからまずいわけ。じゃあこれはお利口さんなわけね。大丈夫です。なるほどね。大丈夫です。その時にさガーッと言われてて、で集めてる最中にね、別にサーチで集めるんだけれども、でシャウトで同じことを呼びかけてる人がいて、で僕あと一人だからちょっと待っててくれるってテルで言いたかったんだけど、いちいちそのキャラの名前みたいな面倒くさかったんで、あれなんとかなんのあれだって。ですね、今アルファではまだ実装できてない、実は内部では実装できてるんですけど、そのチャット、フィルターじゃないですね、チャットウィンドウの中に例えば発言した人の名前をターゲットしてそこから直接テルっていうふうに、グローバルスタンダードの MMO でよくある仕組みなんですけど、それは、入れてます。まだちょっと一部バグっているのでちょっと今封鎖してるんですけど、それはきっちりやろうとしてますんで。なるほど。なんかちゃんとした仕事になってましたね。いやそれはそうですよ。そんなことより和田さんの質問が意外に細かいっていう。ちょっとじゃあ大雑把になるところ。和田さんねすごいプレーされてますもんね、だってね実は。そう50いくつかあるんだけど、
文句の50だったんですね、入った時。でなんかこの間さ、めちゃくちゃ変わりますとか言ってたじゃない。ごめんなさいって言いましたね。ごめんなさいぐらいがだってどうしてくれるの、感想してたけど。和田さん普通に居酒屋で絡むなんかおじさんみたいな絡み方するのやめていただいていいですか。文句はですね、実は格闘士もそうなんですけど、格闘士も文句が主じゃないですか。で実は申請で最も変化の大きいクラスジョブが格闘士文句で、本序盤の時にジョブ文句を入れた時にどうも魔法剣士っぽいじゃんこれっていうふうに言われたんですね。構えを切り替えて属性を変えてみたいな。で実は根本からコンセプトを変えてですね、よりストイックというか打撃をずっとウェポンスキルをつなげていくと、普通は例えばレベル3ぐらいまでのウェポンスキルを強いのをワンループすると1回派手になって終わりって感じなんですけど、文句だけは永久にそれが回り続ける。レベルのまた低いウェポンスキルにつないで、それがずっとつながるとどんどんダメージが上がっていくっていうぐらいかなりスピーディーなクラスジョブに変わりました。構えも一応残ってますけど、セルフバフというか自分を強化する自己魔法みたいな感じでアビリティの残した上で本当に文句っぽくなるね。そうですね。もうひたすら打撃をつないでいくとっていう感じでかなり爽快になるんじゃないかなと。バトルチームが悲しそうに真っ赤になったリストを持ってきてでゴンダイが一言「すいません」と変わります。真っ赤になりましたっていう話を。これは楽しみにしてくれるんですね。はい、もちろん文句だけじゃなくてかなりのクラスジョブが基本的にそのままっていうのがゼロです。全部変わってます。あとですね、ちょっと実機の方をワイプで抜けますか。例えばさっきちょっと休日通信でやってたんですが、ですね、これ構えますよね。で、現行だとこれでターゲットするとオートアタックだったんですけど、オートアタックが切り離されて、今これマウスキーボードだと右クリックでオートアタックここに出てますね。で休日誌は遠いと、指で矢でオートアタック、近づかれると殴るっていう。早いな。なんかバトルは相当早いです。早くなりましたね。早くなりました。ちょっとバトルは本当に印象違うね。はい、変わってしまってるので、そう切り替えるとこれ本当にアルファ版そのままなので普通にタイマーが作動してしまうので、はい、じゃあちょっと質問を続けながらタイマーが溜まったらまたバトルします。はいはいはい。いやさっきのねインスタンスじゃないんだけれども、やっぱりストレスがたまるところがどれだけなくなってるかというのはやっぱり一つの関心だと思うんだけども、ウルトラが一時期落ちまくってた時代、ああいうのをさっきみたいな工夫で分散されるようになるんですか？そうですね、そのためにちょっとアルファテストの皆さんの期待値が高すぎてちょっと僕怖くなってきてるんですがアルファテストというのはですね、サーバー負荷試験、つまりプレイヤーの皆さんにすいません今日6時からこのエリアに大量に集まってソロで同時にバトルをしてくださいとか、そういうのをテストでお願いどんどんしていこうと思うんですが、街に関しても一度何人まで入ってどのぐらいになるのかって本当に全部サーバー作り直したので、そういった検証からさせていただいて、今はなんとかその一つのゾーンの中でと思ってるんですが、リードプログラマーとちょっと話をしてるのが、やっぱり拠点の中に入りきれない何百人何千人ってなった時に、そのタウン自体をインスタンスにして何階層かに分けて人を分散して、で空いてきたらマージをして一つにしてみたいなことまでやる必要があるかどうかっていうのをアルファテストとかでも見させていただきたいと思ってますので、もうそれ次第でまたちょっと変えていこうかななんていうふうに、とにかく利便性、あとは分かりやすさってところを追求したいなと。はい、やっぱり人気あったけどね、人気あるだけにリテーナー足りなかったり止まれなかったりしましたもんね。だからああいうところがちゃんとある程度は対策してくれた。はい、マーケットの基本的には全部変えてしまっているので、やっぱりリテーナーに関しては
今言われた通り物理的に全員見える状態でリテーナーを置こうという思想自体がやっぱり無理があるので、さすがにこのクラスのキャラクターになると。なので今回はマーケットストリートっていう考え方をして、そのストリートに自分のお気に入りのものだけ表示したり、なるほど、はい、インスタンス空間のような考え方になるんですが、もちろんパブリックでちゃんと見えますが、一人一人その立ってるリテーナーが違うと。でボードで検索してという感じで、かなりそこも、根本から変えてます。これはもうグラフィックス付きでお見せできるタイミングはベータからになるんですが、見ていただけるかなと。そこでもあとはやっぱり、はい、アイテムサーチとかも相当変えてます。例えば今本当は正直ありえないと思うんですけど、HQ と NQ が検索できないとか、あとマテリアがついてるついてないで検索できないとかっていうのも全部複合検索もできるように含めてやってますので、そちらもぜひ。なるほど、仕事してますね、すごく。知ってるじゃないですか。僕のあれじゃないですか。勤務時間の承認をしているのは小野さんじゃないですか。俺ね、人事から文句言われてる。ダメです。あんまり言うとブラックとか言われちゃうんですけどね。ブラックでさ、これさっき見つけたんだけどさ、なんかあんまり仕事きついからリゾートでも行こうと思ってるの。何これ？これ。ちょっとカメラ見せていただいてよろしいですか。ほら。どうされたんですかこれ？ここに住もうとか思ってるの。旅しようとか。すみません、まさこれどこで手に入れたんですか。そこにあった。そこにあったって。開発のチームだからなんか落ちてるでしょ。それ勝手に持ってきたってことですか。勝手、いや社長で俺。そうなんですけど。これ断れませんよね。これですよね。これお待ちかねのハウジングですね。本当にハウジングゾーンです。のアートですね。じゃあちょっと25周年の時にもハウジング聞こうと思って聞けなかった部分があったので、ちょっとハウジングせっかくなのでご説明いただいてもいいですか。今のが海リージョンリムサロミンサ領に属しているハウジングゾーン前景ですね、アートで。今こうやってもうモックアップとかが実は進んでます。ここダミーの家ですね。これ実データじゃないですよ。これダミーです。あくまで家のサイズ確認とかしてますね。こういったところにこれももうちょっと引いた感じになりますけども、こういったところに家を建てれて、広場があってとかですね、こう進んでます。で、基本は3つのその荒野森、海にハウジングゾーンがわたわた用意されててですね、これが森のコンセプトアートですね。まだ完成してないので、完成したらハブとしてしっかり出して、どんどん出ますね。あるね、あるんじゃない。これは荒野ですね。まだフィックス。なんか全然タイプが違いますね。選べるのはいいね。どういったところに住みたいかというエリアをまずなんとなく決めていただいて、で土地を最初に購入していただきます。このハウジングゾーンのここがいいと。そういうポイントで。はい。で土地を買うと看板から土地をギルを払って土地を購入していただいて、そこに土地が今度はあったら家の権利書と呼んでるものを買ってきていただいて建てるって実行すると、まず基礎の家が建ちます。で基礎の家が建つと、メニューがハウジング専用メニューがウィジェットが出るので、そこで、例えば屋根はどのパーツにしたりとか、でそれもそのメニューから直接、屋根パーツを買うこともできますし、クラフターの方に専用のハウジングの屋根を作ってもらって、そのパーツを、装備っていうか家に装備させることで外見が変わったり、あとタペストリーが貼れたりとかですね。そこは外見はその家の外からカスタマイズしていくイメージですね。じゃあ結構来れるんですね。かなり来れますね。で外側のその庭もいいか、もうこれ以上は庭もあってですね、そこにオブジェクトを置いて、でそれが前にもお話ししてますけど、チョコボ厩舎を置くと、そこでチョコボが複数飼育できるようになってみたいな風にアップデートをどんどんそのハウジングコンテンツとしてかけていこうかなと。要は1回リリースしたら終わりじゃなくて、庭に置ける新しい遊びが増えましたとかで、屋内に関しては家をそのまま中へ入っていって、で、家のオブジェクトに関しては、マウスキーボードの場合はドラッグ&ドロップですね。インベントリから落とすと、そこにボンと家具がで、持ち上げて移動させてここへとか、
で PS3 の場合も持ってこう移動させて、なるほどなるほど。なんかかなりフレキシブルになるべく今開発を進めてますね。はい。今生の声が来ましたが、今サンリージョン分ご紹介いただきましたけど、はい。今のツイッターで見てる皆さんは今のところ海人気が高いです。あ、はい、リゾートと。リゾート感ですね。そうですね、リゾート、欧州の某リゾート風にというので、結構特徴的な、さっき見ていただいた、この和田さんが拾ってきたって言い張っているアートなんかは、このハウジングゾーンの中にこう特徴的な建造物が1個象徴があって、その周りに家がみたいな。で同じように例えば荒野だと砂漠のど真ん中の街だとやっぱりあまり絵的に面白くないので、こういう切り立ったところに立っててみたいな。あとやっぱ森となるとこういう巨大な、ね、森の、中にだったりですね。本当アジトとしてLS とかフリーカンパニーとかのアジトとして使っていただいて、ゆくゆくその中に個人の部屋だったり、個人の家だったりっていうふうに拡張していきたいなと。で土地争いにならないように、さっき土地を買うって言いましたけど、それもインスタンスで、満杯になったら次のインスタンスとかいうふうに増えていきますんで。あ、そうなんだ。ちょっと不安になった。これ場所までしてですよね。ちょっと大丈夫です。大丈夫です。あ、よかったよかった。はい、大丈夫です。はい。ただそれもなんかいい土地とか、あと土地もサイズがあるので S サイズ、M サイズ、L サイズと。で巨大な土地を買わないと建てられない建物も用意されていて、天文学的金額のギルになる予定ですが、そこを最初に大量のギルで買って小さい家を建てておいて、徐々に家をアップグレードしていくとか、結構リアリティでかつ面白く遊べるように、かなり大量のアセットを必要とするので、今モックを作ってできるだけその手戻りがないようにきっちり作っていってるところです。はい、これからまたベータの終盤とかになってきたらその情報が出していけるんじゃないかなと。はい。これはぜひ今後にご期待ということですね。はい。ありがとうございました。はい。はい。和田さん他にも何か質問あります？さっき PS3 でも言ってたけどさ、PS3 ってなんか見れるんですか？ああ、また鋭いところをついてきますけど、吉田さんどうします？僕後半結構楽しく質問をお答えするつもりだったんですけど、ですね、PS3 は10月中旬ぐらいには宣伝さんいいですよね、って言ってます。10月中旬ぐらいには最初の情報公開をさせていただこうかなと思ってます。はい。今まさに最適化を PS3 側も、追い込みかけてますんで、ここで大丈夫だろうっていう線で、まず PS3 こんな感じになりますと。例えばユーザーインターフェース、PS3 のユーザーインターフェースこんな感じになります。まずスクリーンショットから始めると思いますが、その後、今回その新生14の PC 版もそうでしたけど、まずこんな見た目ですよ。そうですね。で実際動いてるものをお見せしてっていう風に、とにかく僕ら今もう最速のスケジュールで進んでるので、できたらすぐお出しするようにしようと思いますので。実際に前よりもものすごく絵が綺麗になってるでしょ。で PS3 のスペックって変わってないからさ、そうですね、大丈夫かなと思っちゃうじゃない普通。もう頑張ってますよ本当に今で。ちょっとワイプで画面出していただいていいですか。今綺麗っていうお話があったんですが、さっきちょっと休憩中に吉田明彦と話をしてたんですよ。画像荒いよと、そのね放送もっとバリッと出るのになんとかならないのって。お叱りを。はい。あと水ね、吉田さん水やめてよと、まだ今調整してるんだからっていうね、お叱りを受けてます。ちょっとねやっぱり通していく生放送するのにね、ガス若干燃われてますんで。そうですね。はい。そんな話をされましたね。でもどんどん情報を出していって動いてるものを見ていただきたいなと思ってますんで、これからもPC 版は先行して動いてるものをどんどん出しつつ、PS3 準備ができたら後追いでどんどん出していって、また体制を取りたいなと思います。PS3 もさちゃんと動くってことは、これ PC も別にまた買いましょうみたいな話じゃなくて、ちゃんと大丈夫なんでしょ。大丈夫です。それは前のベンチマークソフトみたいなのまたやる。
どんどんぶっ込んできますね。すごい優等生だと思うんだよね。そうです。ベンチマーク実は何気に欲しい早く欲しいあるのとかいう子多いですね。多いよね、あれ。多いですね。なるほど。ベンチマークは今あと2回実は出そうかという話をしています。で2回っていうのは何かというと、ベータテスト前にまず1回そのスペックを新生14のスペックがご自身お使いの PC でどれぐらいのものになるのかっていうのをまず見ていただくために1回出します。でそれとローンチの直前にキャラクターメイキングができるベンチマークソフトを、なるほど。つまり、PC ご自身の PC でそのベンチソフトを落としていただいて、実際に好きなキャラをメイクしていただいて、確認をしてそのデータをそのまま申請のデータに使えるみたいな感じにすると、キャラメイクでしばらくどんなのにしようかなとかっていうのが見てもらえるんじゃないかなと。今日はまだお見せできませんけれど相当いじくれますもんね。そうですね。そうですね。キャラメイクかなりいじれますね今回。すごい大変です。でも今追い込み入ってますけど頑張ってください。今日お見せしたかったんですけどね、バグってるんですよね今。はい。皆さんに触っていただける頃には、いい感じになっているということなので、ご期待ください。では、ちょっと話を戻しまして PS3 版に関しては10月半ば。そうですね、から情報を解禁していこうと思います。PC 版の時にも言われた本当に作ってるのかがついに謎が解けるのは10月半ばです。そうですね。謎だったんだ。本当言われるんですよ。謎かよあれ。そうなんですよね。本当字幕で作ってたんだって流れた時結構ショックでした。なので PS3 版もちゃんと制作してますので、お見せできる日が間もなく来ると思いますので、ぜひお楽しみに。はい。じゃあ続いて他の質問にどんどん行きたいんですが、せっかくなんで和田さんこのままお付き合いください。で、いていいですよね。ぜひ。俺ですか。まあいいですよ。で気になることがあったら多分和田さんなら言えるっていうことがきっとあると思いますね。よろしくお願いします。では続いての質問ですが、今日何度か見せていただいているギアセットについて、複数クラスジョブにおいて共有したい装備品。ギアセット違うギアセットに両方入れたいみたいな時には、ギアセットごとに用意しなきゃいけないのか、もしくは一旦ギアセットからカバンに取り出して別ギアセットに登録し直す必要があるのかとか、その辺ってどうなんでしょうというところです。ですね、現実装アルファテストに向けての実装としては、現物そのものになってます。なので例えば他クラスで、そのままギアセットに使い分け2つ必要だと。いうものに関しては2個取っていただくっていうのが今現実装になってます。なぜかというと、分かりやすいからなんですね。単純に、エイリアスっていう概念ありますよね。1個アイテムがあって、そのエイリアスをそれぞれにはめておいて切り替える、でもこれって本体が大量にどこかにセットされてないとできないんですね。でなんとかもちろんこれでもできるんですが、かなり UI 的には分かりにくい状態になります。でもちろんここフィードバックをいただきたいなと実はすごく思ってるところで、僕らとしてはマクロでその共有したいものに関してはマクロセットを細かく作っていただいて、ギアセット3かつこの装備を首へっていうふうにしてもらえればかなり高度な使い方ができるようにっていうふうには考えてます。要は入り口を分かりやすく、テクニカルな方はテクニカルに遊ぶとどんどん快適にできるっていう発想の方がいいんじゃないかなと思ってるんですね。でここは本当に難しいです。なので皆さんに使っていただいて、どちらがいいのかと。ちょっとマクロの準備がアルファだとなかなか難しくなってますんで、ベータの方で、思いっきり、フィードバックをいただければと思っている場所です。じゃあ現状は、シンプルにカバンバッグの中にあるものがギアセットの中に入る。そうです。っていうことですね。なのでギアセット1とギアセット2で共通したいものがあれば2個用意してください。もしくは1個を、手動で付け替えてください。もしくはマクロで切り替えてくださいっていうのが、回答になります。ただしフィードバックをお待ちしてますという部分ですね。じゃあぜひ、皆さんぜひベータになったらじゃんじゃん試していただきたい。そうですね。ありがとうございます。
続いていきます。こちらツイッターの方で、同じものがどんどん増えてきました。ソーサラー系の、魔法栄翔の際、現行今のバージョンと同じように、武器を収めたままの栄翔になるのでしょうか。ですね。ちょっと待ってください。質問もだんだん細かくなっていますね。本当にね。ちょっと今アグロされてるんでちょっとお待ちくださいね。はい。いっぱいついてきてますね。はい。あとはもうですね。やっぱりこうクラス変えたんでなっちゃってます。もうちょっとはい。タイマーが終わってくれないと栄翔できないわけですよ。この辺があれですね。特別に用意してないので、ズルできないという状況になっております。もうこれ本当にデバッグコマンド禁止という本当皆さんにプレイしていただく環境そのままのもう追い込みに今入っているので、そのあたりですね。いけるかな。ホイッスルが必要ですね。はい。良さそうですね。勝てるかなここ。はい。まあこんな感じですね。抜きますキャプテンと。はい。で同じくレベル10なのでエアロから皆さんご覧いただけてますかね。こんな感じです。栄翔はこんな感じですよ。はい、キャンセルされるとキャンセルなんで。遠隔です。そう遠隔です。打ち合いです。大丈夫ですか。大丈夫じゃないですか。じゃあもうちょっと見ていただきましょう。はい、どんどん。はい。ではですよ、語っていただきながら次の質問ですが、申請でのキャラクター作成について、キャラメイクの質問ですね、ちょっとさっきと被りますが、フェイスタイプや身長、体型、髪型、ボイスなどの選択肢は増えるんでしょうかという質問です。フェイスタイプとかは増えてる種族というか、部族と、維持されているものが数に実はそもそもばらつきがあったりしたものがあるので、そこは調節するっていうのと、あと僕個人的にやっぱりヒューランちょっと地味だと思っていてですね、ヒューランはちょっといわゆる FF っぽい髪を用意してみたり、ちょっとフェイスをですねこうバリッとした感じに調整バリ眠い感じじゃなくですね、なるほどなるほど、ちょっと調整したりしてますね。はい。そうですね。じゃあありがとうございます。次行きましょうか。キャラ関連ですが、神聖ローン記事に、シャーレアンやアラミゴ、ガレマールテール、イシュガルドに行けるようになりますか。また、新規エリアの追加はあるんでしょうか。ですね、夢中で戦ってってあれなんですけど、アラミゴやイシュガルド、もうちょっと戦闘やめますね。アラミゴ、もうちょっとだったんですけど、そうで、エアロのあれですね、ドットが入ってたんで、もうちょっと、EXP 来ましたね。はい。アラミゴとかイシュガルドに関しては、申請のローンチのタイミングではまだいけません。で、なぜかというと、はっきりしたお答えがあるんですけども、本当に、今、森リージョンばっかり見ていただいて、そろそろ別のリージョン見たいという話はあると思うんですが、本当に全部マップを作り直したので、そういう意味では全部新規なんですね。ある意味新エリアじゃあ新エリアです。なので、なかった集落ができてたり、あとそのいなかったモンスターがいたり、ダンジョンが、3倍ぐらいに増えてたりとかしているので、正直言うと、この短い、僕らまだ本当にコーディングやアセット制作をスタートして15ヶ月まだ弱の状態で、これ以上そのイシュガルド本国やアラミゴを開けようとすると、もうさらに1年ぐらいかかってしまって、ここにいる方がいい加減にしろっていうふうにおっしゃると思うので、ただ繰り返しになりますけど、本当に全て新エリア、新ゾーンと言えるぐらい根本から作り直したので、そこをまずは
楽しんでいただいてね、そういう意味だとクリスタルタワーにせよ大迷宮、いやいやもう新ゾーンなんで後方がちょっとっていう顔してますね。ガタってなりかけます、はい、なのでもちろん行ったことのない場所いっぱいあります。ぜひそちらを楽しんで、で拡張パックのタイミングからいろんなそのイシュガルドだったり、アラビゴだったりっていうのを開けていこうと思いますので、ぜひそっちまでお待ちいただけたらと。十分そこに頼るだけの、ね、ボリュームになってるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、続いての質問です。これもちょっと気になるところですね。ヤヤケやポポリなど現行に登場する NPC は新生でも登場しますかということですが、じゃあガサゴソ、ちょっと増えすぎましたね。ガサゴソ。これ。お、キャラってこんなあ、それすごいとこ行きましたね。これモンスターですね。ティターンって書いてました。書いてました。間違えました。こっちです。新ハンター恐ろしい。これなんですかね。これアモンですね。多分誰かに怒られますよ。大丈夫。和田さんが何とかしてくれます。はい。でこれちなみに、はい。そちら。はい。見えるかな。大丈夫ですかね。ミンフィリア。はい。はい。現行でも登場している NPC なんですけども、今回 NPC 現行で登場するヤヤケさんとかもそうですけど、装備をちゃんとオリジナルにできるだけしようということで、デザインからちょっと見直しをして再登場という状態になってます。ただ、本当にこのレベルの、装備を、切り替えられるように作るのってものすごく時間がかかるので、アルファではまだ、現行にいる NPC が新装備に切り替わってなかったりするものもあるので、そこはあまりアルファ版では気にせずに、ただ今のように名のあるキャラたちはみんなこうオリジナルの装備になって再登場したり、新キャラが出たりですね、しますので、ぜひね。それはご期待くださいというところですね。そうですね、シナリオ周りやっぱり本当ベータの中でも多分お見せせずにギリギリまで引っ張っていくと思いますので、ちょっとやきもきされるかもしれないですけども、キャラ関連とかお話関連とかっていうのはもう後ろにギュッと用意しますので、じゃあぜひはい、はい、では次参ります。次の質問は、現行プレイヤーと申請から新たに始めるプレイヤーは、ローンチ当初から一緒に遊ぶことはできるんでしょうかというものですが、まず、ワールドに関しては、間違いなく増やしますので、例えば PS3 のプレイヤーの方とか、あと、PC 版で新たに始める方とか、とにかく新規でキャラを作る場合に関してはどのワールドでも、既存のワールドも含めて全部選べるので、お友達が例えば後から申請から始めるって場合に関しては今皆さんがいらっしゃるワールドに呼んでいただければいいんじゃないかなと。うちのサーバー選んでよと。でもちろんまっさらなワールドからプレイしたいという方はそっちを選べばいいと思いますので、一緒にプレイすることはもちろん可能だと思います。というか可能です。はい、ありがとうございます。では次の質問です。ちょっとざっくりした質問いきますが、ざっくり、フリーカンパニーの詳細を教えてください。詳細すごいざっくりしたな本当に。詳細。フリーカンパニー。まずですね、4人集まってください。で皆さんどこでもいいです。グランドカンパニーに所属してください。でどこかのグランドカンパニーの受付行きます。でフリーカンパニー結成という宣言をそこで受付にしていただけると、そのグランドカンパニーの下に自分たちのフリーカンパニーが結成されると。なるほど。でそれでそのまず結成した例えば4人のには共通のボックスが最初割り当てられるので、ここでアイテムを自由にそのメンバーは交換ができると。でそれも例えば僕がそのフリーカンパニーリーダーだとしたら、僕しかそのアイテムを取り出す権利がないとか、他の3人は入れることはできても、例えば上納金をね集めたりとか、なんかそういう管理権限とかもすっごい細かく作っているので、
どんどんプレイヤーの皆さんを集めてもらって、でフリーカンパニーにはフリーカンパニーポイントと呼んでいる、そのフリーカンパニーが成長するための EXP みたいなものがあって、これをフリーカンパニーがを結成した状態でいろんなコンテンツをプレイすること、例えばそれはクエストをやることもそうですし、単純にモンスターを倒すこともそうで、何かのダンジョンのボスを倒すことも全部それがフリーカンパニーの活動としてポイントがこう上がっていくと。でフリーカンパニーレベル2みたいになると、使えるその自分たちのクレスト、エンブレムをデザインできるんですけど、そのパーツが増えるとか、例えばそのフリーカンパニーのアジトに置けるもののタイプが増えるとか、もっとでかい家を逆に作れるようになるとか、そのフリーカンパニーを成長させていくことでいろんなフリーカンパニーアチーブメントなんかも用意されているので、リンクシェルのすごくこうゆったりした掛け持ちのできるつながりとは違って、組織としてがっちり俺たちこういう目標を作っていこうぜ、でただもちろんその中だけでちょっと他と遊べないなみたいなことがならないように、同盟っていう考え方を、要はこの8人でがっちりした、フリーカンパニー作ってるんだけど、仲良くなったフリーカンパニーがいると、でも合併するまでじゃあ難しいじゃないですか、そこって。なので同盟関係にしとくと、ロードストーンページの、そのフリーカンパニー、BBS 掲示板フォーラムは共用で使えるとか、それもゲームの中から設定して書ける書けないとかっていうのもできるようにしてってますんで、かなり複雑というかかなり巨大なシステムに最終的には成長していく。自由度が高いですね、設計のね。そうですね。なんか仲はいいんだけど、そのフリーカンパニーに入ってこう毎日毎日人間関係に疲れるまではっていう方だったり、ちょっと興味はあるんだけどいきなり入団するのはっていう場合にはゲストっていうので参加していただいて、一緒に2,3週間過ごしてみて決めるとかっていうのもできるようにって考えてますので、誘う方も誘いやすいですね。そうですね。あとは見てみないっていうことです。あとはもう低レベルの方を誘うと、その要は下のレベルの人たちをどんどん勧誘してどんどんこう成長の手助けをしてあげるとリワードがあったり、カンパニーそうレベルが上がりやすくなったりっていういろんな方向へ考えてます。だからもう本当あまりなんかガチガチだとは思わなくても大丈夫なんじゃないかなと。はい。ただ掛け持ちだけは禁止しています。そのアイテムの共有とかもあるんで、はい。いろいろトラブルになる場合もあるので、はい。はい。ありがとうございます。はい。続いてです。剣術師から暗黒騎士とか、例えば弓術師から狩人とか、各クラスの第2ジョブ的なものの計画はあるのでしょうかという質問です。さっきですね、ちょっとゴンダイとバトルチームと話してたんですけど、すごいなんかちゃんとやりますよ。時間ができたらちゃんと今もうすごい根本が変えてるじゃないですか。でとにかくバトルチーム凄まじい勢いで今その本当新クラス新ジョブって言われるぐらいみんな変わってるので、今回の新しくなったバトルシステム用に、だからそれが一段落したらやりますよっていう。なるほど。どれとは言わないですけどって言ってましたね。なるほど。じゃあこれはぜひぜひ今後にご期待。やるんだ、すごいね。僕今ちょうどもうちょっとで何か最後まで行くんですけど。そうなんですか。ちょっと用意しとこう。技がないと。いやもうちょっとでナイトが最後まで行くんですけど。なるほど。なんかちょっとあれですね。から入って剣術師はいいや。はい。いやなんか暗黒もうすでに暗黒っぽいなと思って。なんだ。いやなんでもないです。はい。はい、ありがとうございます。で早いものでですよ。なかなかいい時間が来ておりまして、そろそろ最後の質問かなというところなんですが、既存のコンテンツについて、名前は同じだけど内容はかなり変わるんだよと、25周年のトークショーでおっしゃってましたけれども、例えばギルドリーブやビヘスト、NM 討伐、ハムレットはどのように変わるのでしょうか。リーブはそこまでは変わらないですね。ちまちま遊ぶっていう意味で、あんまり変えてません。で今、目下これから、アルファに向かって一番調整しようとしているのがギルドリーブで、ビヘストはもうそもそもカジュアルパーティーコンテンツとして、もう中身が全然違うので、もしかすると名前を変えた方が分かりやすいのかもと思ってるぐらいですね。詰将棋的にこの敵をパーティーで殲滅できたらクリアで次のステージへ
でいくつかまとめてクリアできると次のレベルみたいな。なるほど。はい、詰め将棋的にパーティーでプレイするカジュアルパーティーコンテンツがビヘスト。はい。で NM と、はい、ハムレットとキャラバン護衛とかはまとめて一つのベーシックなシステムを今作っていて、そこに包括してしまいます。あとご質問にもあったんですけど、なんか街が襲われたりとかないですかみたいな、ああいうのがまだちょっとシステム名はもうちょっと言うの待たせてほしいんですけど、ガラッと変わります。その一環でハムレットもその蛮族に集落が襲われるので、みんなで助けに行こうみたいな感じですね。気軽に参加できて、気軽に解散できるみたいな、はい、勘のいい方というか、ね、はなんとなく想像ついてる方いると思いますが、そんなのを各フィールドに各そうですね、どんどん入れていこうと思ってますので、そこでなんかこうアルファではまだ入ってないので、感じられないと思いますけど、その世界が生きてる感というか動いてる感というのは出していけるかなと思ってます。本当凄まじい勢いで作っていってますので、はい、お待ちください。はい、ありがとうございます。でそろそろいいお時間なんですが、一旦ちょっと、ワイプで実機の方を、よろしいですか。これいつの間にかキャラがいっぱい集まっていたよということなんですけど、なんかこれ偉そうですよね、こっちに。今日はあれなんですよね、この、ライブのためにみんなで賑やかしをお願いしますということで、開発チームの皆さんに。あの人さっきからずっと柱の上のスタイルしてたから、細かいところ見てますね。そうだ、これね、俺言ってくれって言われたんですよね。これ今実はミコっての尻尾がないんですよ。ないですね。これなんでかというとですね、今回ミコっての尻尾って実はそのパターンがいくつかの尻尾から選べて、でかつ長さが変えられるんですけど、なんと今今朝のこのビルドでその尻尾の長さのパラメータがゼロになっているというバグがあってですね。じゃあ尻尾あるけど長さゼロです。そうなんです。ないのじゃないです。実は長さゼロなんですよ。で今回そのグラフィックスエンジンのいいところの説明に使わせてもらいたいんですけど、リニアにそういうふうに要は固定じゃなくてリニアに計算で作れるようになってるっていういい例で、実はゼロになってるだけですと。なるほど。はい、ゼロなんです。これ言っておかないと後で動画検証とかされた時に、あれミコって尻尾ないよってなっちゃうので、はい、実はそういう感じですね。あとはアルファテストってレベル制限があるので、僕はすごい初期装備してますけど、この辺のみんな装備が地味なのは初期だからですね。ここも今回フレキシブルな描画エンジンに変えるのに LOD モデルとかかなり実は作っているので、徐々にデータに向かってどんどん増えていくと思います。では第3回プロデュースされたライブ1時間半にわたって終わりですか。きましたが、そうなんですよ。1時間半を超えるとですね、問題点がありまして、我々の声が疲れてるだろうっていうご批判を多数いただくので、このぐらいでまとめとくのがどうやらちょうどいいよねということなんですけど、なので今ちょっともう質問はないんですが、フリートーク的に何かこう見せ足りないなとか、あればですか。これもあればな。僕でもそろそろ1個ちょっとご説明しといた方がいいと思ってるのがあって、サーバーですね。グローバルじゃないや、なんて言い方したんだけど、データセンターを海外に作ってますという話をした時に、言語別ですか、言語別なら詳細をみたいなのもすごいあったので、僕ちょっとそれ今日お話ししとかなきゃと思ってたんですけど、そのさっきワールドの選択の話をしましたが、ワールドの一覧は全ワールド出ます。まずいいですね。画面があると思っていてください。ここに選択できるワールドが全部並んでます。でこのくくりは海外データセンター、ここは日本に置いてあるデータセンターというふうに、分かりやすくつけます。でどれを選んでいただいても構いません。それは皆さんの自由です。例えば僕は日本に住んでいるので日本のデータセンターを選ぼう、なぜなら物理的な距離が近いからラグが少ないだろうと。で逆に海外のお住まいの方は海外拠点に今作っているデータセンターの方が距離的に近いからこっちを選ぼうというふうに思っていただければいいかな。だから、はっきり
お答えしておくと、言語で分けてるわけではありません。なので例えば海外の方とより交流しながら遊びたいって方はもちろん海外のデータセンターでプレイしていただいてもいいですし、やっぱり日本人なんですけど海外にお住まいとか、逆に、海外の方なんですけど日本でお仕事をされてて、現地の方と一緒にプレイしたいっていうことができなくなってしまうので、割ってしまうと下手に。なのでそこはそのぐらいの感覚だというふうに考えてください。でただ1個コンテンツファインダーの機能の中に、日本語のプレイヤーの方とマッチングしたいですとか、言語リクエストは出せるようにしてますので、どうしてもね、同じ言語の方とだけプレイしたいって場合はそういう工夫とかをされていただけるといいんじゃないかなと思います。そういうオプションは用意されるということですね。はい、そうです。はい、ありがとうございます。ここは言っておいた方がいいかなと。いやいいですけど、短いって言われてますね。短いだって疲れてるって言われたんじゃないんですか。そうなんですよね。PVP の話も聞きたかったなと。何ですかそれ。これなんですか。これなんでしょうね。もう宣伝呆れるみたいな。何出しとんじゃ。それ行くんだみたいな感じ。それ欲しいじゃん。これ聞いていいやつですか。これベヒモス的な。チョコボは育てられていろんな育て方できるっていう話をしたと思うんですけど、あれですね。こう魔法回復薬的な育て方をすると、今見ていただいたこう白魔に近いような装備が切れたりとか。育て方によってそうですね、着れるものが変わる。であとベヒモス倒してドロップしたらこのベヒモスコスプレがチョコボでできるとか。これすいませんね、これこんなことになっちゃってるじゃないですか。この状態で乗れるんですか。乗れます。はい。乗れるんですね。乗れますし戦ってくれます。はい。素晴らしい。これいいね。はい。いっぱいチョコボに関してはいっぱい装備を作っていきたいねという話をしています。ちなみにもう本当出来たてほやほやです。ドア閉まってるんで聞こえづらいんですけど、かなりどよめいたみたいです。本当ですか。そう多分ね、俺見せてないんですよまだ。何？ベヒモス出しちゃったんだって。出しちゃいましたよね。あれだよね、出しちゃったって書いてあるね。ダメだったんじゃないやっぱり。大丈夫ですよ。まだ隠し玉あるんで大丈夫ですよ。はい。こんな感じで本当に楽しくね、本当冒頭でも言いましたけど、こんなのあったらいいよねっていうのをすぐ作っていこうぜっていう話をしてますので、ぜひね、もちろんローンチに間に合うもの間に合わないもの、アップデートでやるものっていうのもありますけど、とにかく一刻も早くねできるだけ面白いものをと思って、日々頑張ってますので、ぜひね楽しみにしていただけたらと。今日あとね PVP の話も聞きたかったななんていう声もちらほらなるほど。そこでも掘り下げ出すとまた僕長いんで30分ぐらいかなとね。そうですね。であとPVP はね、俺 PVP いいんだよね別にっていう方もいらっしゃると思うんで、バランスがちょっと難しいですね。はい、また次回でもね。そうなんですね。11月11日に、なんと今回も予告済みですね。11月11日実施を第4回ですか。もう正式に今回から第3回とかな。そうなんです。これずっとやるんだなって。やる気が前回の2回は前編後編だったんです。この後のことを考えなくていいように前編後編だったんです。って言ってたよね。3回とかやっていいの？これは覚悟の表れだ。そうですね。今後もやっていきます。ナンバリングにしてしまいました。3回4回です。和田さんの連続出場がどこで途切れるかっていうね。注目ですね。はい、すいません、うちはっぽくて。では、いよいよあれですね、現行サービスの大詰めに向かっていくところでございますが、じゃあ今日はそろそろいい加減にしましょうということでよろしいですか。はい、思い残すことは僕は大丈夫です。まだいっぱいポロリがありましたけど、次にまたご期待ください。じゃあ最後に一言ずつご挨拶いただいてよろしいでしょうか。はい、誰か吉田さんから僕から言います。ですね、11月11日にも次、次回、現行版フィナーレという形で、プロデュースされたライブを、させていただきますが、本当この
もう2年本当にプレイヤーの皆さんに、ね、支えていただいて、いよいよというところまで、来ることができました。でその裏でですね、本当開発だけではなくてね、全社一丸となってこの新生14というものをとにかく楽しくね、皆さんにプレイしていただけるように、本当に信じられないスピードで、突き進んでいますので、ぜひこの先も応援をしていただきながらお待ちいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。では最後バリッと和田さんに締めていただきたいと思います。本当にもういつもご支援いただきましてありがとうございます。いろいろ茶化しましたけれども、本当にもうみんな楽しく、でもギリギリ、ほぼブラック企業なぐらい、いやちょっとやめましょういや本当に妥協したくないと、ここで、リローンチまではとにかく走るだけ走るということでやってますんで、ぜひそこはしっかり見てやっていただきたいと思います。激励もお叱りも双方受けることが我々の糧になると思いますので、どうか引き続き応援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは、以上をもちまして第3回ファイナルファンタジー14プロデュースされたライブを、終了させていただきたいと思います。どうしてもそれ見せたいみたいな、これすごい気に入ってるんですよ僕。それでは、次回のプロデュースされたライブは今お話がありました通り11月11日の開催となっております。それからその他にもね、毎日フォーラムなどでまたお会いできればと思いますので、よろしいですか。締めますよ。最後に見せるものよろしいですか。なんだこれこの前公開したのですね。じゃあこれをご覧いただきながら、お別れとしましょう。それではまた次回まで。皆さんさようなら。さようなら。さようなら。ありがとうございました。